はい、この動画では絞りやシャッタースピード、ISO感度の仕組みを覚えてマニュアルモードで自分のイメージ通りの写真が撮れるようチャートや絵を使ってなるべくわかりやすく説明していきたいと思います。高い一眼レフのカメラは買ったけどマニュアルモードの設定がわからずオートでしか撮ったことがない。説明書を読んだけどよくわからなかった。背景がボケたポートレートが撮ってみたい。逆に背景までピントがあった風景写真が撮ってみたいなど、写真が上手になりたい方に見てもらいたい動画となっております。まずは露出という言葉を覚えましょう。露出とは映像素子に光を当てることと言います。絞り、シャッタースピード、ISO感度の3つを調整することで露出を決めていきます。明るすぎず暗すぎない明るさを適正露出と言います。カメラのオートモードを使えば簡単に適正露出で撮ることができますが、自分のイメージ通りに撮れるようになるには、この動画で絞りやシャッタースピード、ISO感度を理解してマニュアルモードで撮れるようになりましょう。この動画では絞り、シャッタースピード、ISO感度の関係性をまとめたチャートを使って説明していきたいと思います。まずは絞り、シャッタースピード、ISO感度がどんなものか理解していきましょう。はい、まずは絞りですね。F 値とも呼びます。絞りとはカメラに入る光の量を制御するレンズ内の羽の部分のことを言います。数値が大きいほど暗く、数値が少ないほど明るくなります。また、写真の背景をぼかすかぼかさないかを決められます。数値が大きいほど奥までピントが合い、数値が少ないほど背景がぼけます。デジカメの絞り込みすぎると起こってしまう解析現象のことは、また別の機会に説明することとします。なので、とりあえず数値が大きいほど奥までピントが合うということを覚えておきましょう。このピントが合っている範囲のことを被写界深度と呼びます。はい、次にシャッタースピードですね。シャッタースピードとはシャッターの開閉速度のことを言います。シャッターが速いとブレにくい写真が撮れて、遅いとブレた写真が撮れます。シャッタースピードが速ければ速いほど動いている被写体をぶらさずに写し止めることができて手ぶれも防げますが、光の取り込む量が少なくなります。逆にシャッタースピードが遅ければ水の流れなど被写体の動きを表現できたり、光の取り込む量が多いので暗いところでも明るく写し止めることができます。はい、次に ISO感度ですね。ISO感度とはセンサーがどの程度敏感であるかを示すものですね。感度が低いと画質は綺麗だけど暗く、逆に感度が高いと画質にノイズが乗りますが明るい写真となります。はい、次に思い通りの露出が設定できるよう1段開けるプラス1、1段絞るマイナス1という調整を理解していきましょう。段とは絞りやシャッタースピード、ISO感度のそれぞれの光をカメラに取り込む量を調整するときに使われる言葉となります。はい、絞りやシャッタースピード、ISO感度それぞれを右に1段移動すると光の量が2倍に、逆に左に1段移動すると光の量が半分になります。例えば絞りを F5.6 から F8 にだとマイナス1段、絞りを F5.6 から F8 に、シャッタースピードを60分の1から125分の1に移動するとマイナス2段という考え方になります。
絞りを F5.6 から F8 に、シャッタースピードを60分の1から30分の1に移動すると、絞りはマイナス1、シャッタースピードはプラス1で、プラスマイナス0になるので、変わらない露出、光の量になります。露出の補足として、露出は光の量を絞りやシャッタースピード、イソ感度の関係性で決めていきます。この光の量を水に置き換えると理解しやすいので、図で説明していきたいと思います。3つコップがありますが、これが適正露出とアンダー、オーバーのイメージとなります。真ん中が適正。左側が水の量が少ないのでアンダーイコール暗い写真。右側が水が溢れていて水の量が多いのでオーバーイコール明るい写真というイメージです。次に絞りとシャッタースピードの関係性を水に置き換えると、蛇口の水の量が絞り、コップに水が溜まる時間のことをシャッタースピードと仮定します。蛇口を開けると水の量が多くなるので、早くコップに水が溜まります。逆に蛇口を絞ると水量が少なくなるので、溜まるまで時間がかかります。ということは、光に戻すと、絞りを開けると光の量が多いのでシャッタースピードを速くできますが、逆に絞りを絞ると光が少なくなるのでシャッタースピードも遅くなるということになります。絞り 1.4 はレンズの穴が大きいので少しの時間で水が溜まります。逆に絞り F22 だとレンズの穴が小さいので水が溜まるまで時間がかかるということになります。次に ISO 感度の考え方ですね。ISO 感度は水のろ過フィルターと仮定して高感度3200とか6400など数値が高いほどフィルターの網目が粗く、低感度50とか100ですねになるほど数値が低いほどフィルターの網目が細かいと考えます。そうすると高感度になればなるほどろ過フィルターの網目が粗くなるので水が溜まるのは早いですが不純物まで通ってしまい、逆に低感度になればなるほどフィルターの網目が細かいので水が溜まるのは遅いですが不純物を取り除くのできれいになります。ということは高感度ほど光の量は増えますがノイズも増えます。低感度ほど光の量は少ないですがノイズの少ないきれいな画質となります。はい、これを踏まえて絞り、シャッタースピード、ISO感度のチャートを参考に適正露出、プラス1段、マイナス1段に撮った写真の違いを見ていきましょう。まずは適正露出を F5.6、30分の1、感度1600に設定しました。これが適正露出の画像です。次にシャッタースピードを左に1つ移動、マイナス1ですね。にすると、マイナス1なので暗い写真になります。逆にシャッタースピードを右に1つ移動、プラス1ですので明るい写真になります。適正とプラスマイナス1の画像でこれだけ光の量、露出が変わってきます。真ん中が適正、左側がマイナス1、右側がプラス1の画像になります。今シャッタースピードで変えましたが、次は絞りで変えていきましょう。
絞りの適正ですね。絞りでも F5.6、30分の1、1600だと適正露出でこの画像。次に絞りを1段マイナス、左に1個移動ですね。F5.6 から F8 にすると、マイナス1ですので暗い画像。次に絞りを1段プラスですね。5.6 から F4 にしたらプラス1ですので明るい画像になります。次に ISO 感度を変えていきましょう。1600から800、1段暗くですね。マイナス1だとこの画像。今度はプラスですね。1600から3200、1段プラスですので明るい画像になります。はい、このように絞りやシャッタースピード、ISO感度、どれで変更しても光の量は変わらないことがわかると思います。変わるのは絞りだと被写界深度、ピントの奥行きですね。シャッターだと動く被写体のブレ感、ISO感度だとノイズ感になります。今度は絞りやノイズの違いを分かりやすく見ていきましょう。まずは風景を撮ると仮定して背景までピントを合わせたいので絞りを絞ります。絞るということは数値を大きくすることなのでチャートでいくと左側に動かします。F16 まで絞ると適正露出が F5.6 の30分の1でしたので F5.6 から3つ左に移動、マイナス3段という考え方になります。でこのままだとマイナス3段の光が少ない暗い写真になってしまうのでシャッタースピードか ISO 感度で調整していきます。風景で動くものがない、動くものを気にしないのであればノイズはあまり増やしたくないのでシャッタースピードを遅くして調整していきます。絞りがマイナス3なのでシャッターを逆の右方向に3段移動させます。そうするとシャッターがプラス3段になったので絞りがマイナス3段、シャッターがプラス3段のプラスマイナス0の適正露出になりました。F16 で撮った画像がこの画像です。猿の顔やカメラのエンブレムまでピントがあったことがわかると思います。これを被写界深度が深くなったと呼びます。こちらが F5.6 で撮った画像。猿の顔やカメラのエンブレムはボケていますね。こちらが F16 で撮った画像。こちらが F5.6。こちらが F16。このように光の量は変わらないけど被写界深度、ピントの奥行きが変わった画像が撮れました。次にノイズのありなしも見ていきましょう。さっきの画像でシャッターではなく ISO 感度をプラス3段にすると1600から3200、6400、12800ですので結構ノイズが乗っているのがわかると思います。動いているものを止めたいし、ピントを奥まで合わせたいということになったら ISO 感度で設定することになります。こちらが1600で撮った画像。こちらが12800。
このノイズ感がわかると思います。1600、12800、1600、12800ですね。今度は背景をぼかしたポートレートを撮ると仮定すると、なるべく絞りを開けて撮りたいので、チャートの右方向に絞りを移動させます。今回使用したレンズの開放値が F4 なので F4 に設定しました。適正露出からプラス1になったので、シャッターか ISO 感度を左に1段移動して調整していきます。人物だとブレる可能性があるので、できるだけ速いシャッターで切りたいので、シャッターをマイナス1、60分の1で調整しました。そして撮った画像がこの画像です。絞りをプラス1、シャッターをマイナス1に調整したので、背景はよりボケた写真になりますが、光の量は変わらない適正露出の画像になります。はい、絞りは数値が大きいほど奥までピントが合いますが、穴が小さいので暗くなります。シャッタースピードは速ければブレないけど暗い写真になります。ISO感度は数値が小さいほどノイズが少なく画質が綺麗ですが、暗い写真になります。このように背景をぼかしたいかぼかしたくないか、主体をぶらして撮りたいか止めて撮りたいかなど、自分のイメージしている絵をまず決めて、残りの2つの要素で光の量を調整して露出を設定していく方法を身につけると、より良い写真が撮れるようになります。では実際撮影している絵を見ながら復習していきましょう。はい、まずは適正露出ですね。絞り 5.6、シャッタースピード30分の1、感度1600ですね。で次にシャッタースピードをマイナス1、30分の1から60分の1にしました。で、マイナス1で暗い画像。今度逆に30分の1から15分の1、プラス1ですので明るい画像となります。で次は絞りを変えていきましょう。絞りを 5.6 から8にマイナス1ですね。今度は 5.6 から F4 プラス1ですね。あと明るい画像になります。次は感度を1600から800マイナス1ですね。次に1600から3200プラス1ですね。で今度は風景写真を撮ると仮定して背景をピンが合うように F16 まで絞りました。3段絞ったのでシャッターか感度で変えていきます。今回はシャッターで3段上げていきます。30分の1から15分の1、8分の1、4分の1、これで3段プラスになりました。で今度は感度で上げていきましょう。3200、6400、12800、これでプラス3段になりました。はい、今度はポートレートを撮ると仮定して F5.6 から F4 にプラス1にしてましたので、シャッタースピードか感度を下げていきます。今回はシャッタースピードを30分の1から60分の1にして撮りました。はい、長い時間ご視聴ありがとうございました。
高評価、チャンネル登録をお願いいたします。ではまたお会いしましょう。